それでは SDP43W1、SDP43W1X から新たに追加されました新機能について説明いたします。ここで紹介する機能は、従来お客様が操作や設定を行う際に不便を感じていた項目や、アンテナやプラグの接続が正しく行われていなかった場合を考慮したよりユーザーフレンドリーな新機能です。主な新機能としては、自己診断機能、クリアボタン、オートチャンネルプリセット、注意メッセージの4つがあります。まず自己診断機能について説明します。例えばうっかりアンテナの接続を忘れた場合や外れてしまった場合、放送をご覧になれません。このような時にリモコンの表示コールボタンを押すと、画面上にはアンテナの接続を確認してください HELP01 というメッセージが表示されますので、画面メッセージまたは取扱説明書に従ってアンテナの接続を確認してください。同様に BS/CS アンテナの接続が外れている場合、表示コールボタンを押すと、アンテナ接続を確認してください HELP02 というメッセージが表示されます。このようにHELP01 は VHF、UHF アンテナからの、HELP02 は BS/CS アンテナからの信号レベルをチェックして受信できないことを示しています。また各映像入力端子のプラグが外れていると、映像信号が入力されず何も映りません。この時リモコンの表示コールボタンを押すと、ビデオの接続を確認してください HELP03 というメッセージが表示されます。映像入力端子の接続を確認してください。なおこのメッセージは映像端子に送られてくる信号の有無を検出していますので、ビデオ機器の電源が入っていない場合にも同じメッセージが表示されます。本機ではご覧いただいたように表示コールボタンを押すことにより、映像が映らない状態をメッセージで表示することができます。HELP01 から03の3項目が表示された場合は、画面メッセージまたは取扱説明書に従ってアンテナまたは映像プラグの接続を確認してください。これら以外にもサービス用として HELP11 から21の11項目が用意されています。表示が HELP11 から21の場合は修理の必要性が考えられますので、お手数ですがパイオニアのサービスへご連絡ください。なおすべての不具合に関してヘルプ表示を行うわけではありませんのでご注意ください。次にクリアボタンについて説明します。各種設定状態がわからなくなったり、とりあえず標準の映像に戻したい場合には、クリアボタンを押すことにより入力切り替えや画面サイズなどの項目を標準状態に戻すことができます。操作はフロントパネルを開き、クリアボタンを押すだけです。標準状態に切り替わった状態とは、入力切り替えが VHF、UHF の最も若い番号のチャンネル、画面サイズがナチュラルワイド、画質・音質が標準、音量が10の状態です。さらに DPO、フロントサラウンド、AV セレクション、BS/CS 裏録画、システム接続、スリープタイマー、43ノーマル、ミューズ31ミックスなどの設定はすべてオフになります。ただしチャンネルのプリセット、BS/CS チューナーの設定、AV メモリー、色合わせについては変更されません。また色合わせを行っている途中でこのクリアボタンを押した場合は、色合わせ設定も同時にクリアされます。次にオートチャンネルプリセットについて説明します。従来はチャンネルプリセット時に BS/CS のアンテナ電源やデコーダー設定などは手動で行っていましたが、本機ではこれらをすべてオートで行えるようになりました。オートチャンネルプリセットを行うには、まず取扱説明書をご覧になり、アンテナや
BSCS デコーダーと本機との接続を正しく行ってください。次に電源を入れます。さらにフロントパネル内の標準 AV メモリーボタンを約2秒間押し続けます。これでオートチャンネルプリセットモードに入りました。画面には VHF、UHF のチャンネル自動設定を始めますと表示され、オートチャンネルプリセットの動作を開始します。VHF および UHF のチャンネルプリセットが終わると BS と CS のチャンネル自動設定を始めます。なお CS チューナーを搭載しているモデルは SD-P43W1X のみです。このオートチャンネルプリセットでは BS-CS アンテナの選択、デコーダーの選択、アンテナ電源供給、コンバーター周波数の選択なども自動で設定します。オートチャンネルプリセットが終了すると、最初にプリセットされたチャンネルを受信します。最後に注意メッセージについて説明します。このメッセージは、機能動作中または設定時に使用上の制約や注意点をメッセージとして画面に表示するものです。DPO は部屋の明るさに応じて画面の明るさ、コントラストおよび色の濃さを自動的に調整する機能です。したがって DPO がオンの状態で画質調整を行う場合は、色合い、シャープネスのみが調整可能となります。実際の画面にはこのように色の濃さ、コントラスト、明るさは自動設定されますと表示が出ます。本機をビデオモニターとして使用し AV アンプを使って映像・音声を切り替える場合にはシステム接続をオンにします。このシステム接続がオンの状態では入力切り替えはビデオ1に固定され、入力切り替えはできなくなります。この時に入力切り替えを行おうとすると、画面にシステム接続オンです、画面はビデオ1です、メニュー画面で解除できますという表示が出ます。また本機は VHF、UHF 放送やレーザーディスクを見ながら内蔵 BS-CS チューナーにより衛星放送の番組録画を行うことができます。この時 BS-CS 裏録画をオンにすると衛星放送のチャンネルは固定され切り替えることができなくなりますが、 BS-CS 放送以外のチャンネルまたはレーザーディスクなどのビデオ入力は切り替え可能です。実際にフロントパネル内にある BS-CS 裏録画スイッチをオンにしてみます。この状態でチャンネルを切り替えようとすると、画面に裏録画しています、衛星チャンネルは選択できませんという表示が出ます。以上が代表的な注意メッセージです。このように本機には従来のプロジェクションテレビにはなかった新機能が多数搭載されていますのでご活用ください。今回はその一部をご紹介いたしました。それでは引き続きミラー、レンズ、スクリーンのクリーニング方法について説明いたします。準備するものはクリーニング布4枚、クリーニング液、帯電防止剤です。この3点は当社のサービスステーションでキットとして販売いたしておりますので、必ず指定のものをご使用ください。この他にプラスドライバー、大画面テレビクリーニングガイドやレンズのホコリを払うためのカメラ用エアブローがあると便利です。それではスクリーンを外してみましょう。作業は必ず電源を切って行ってください。まずフロントパネルを開け、両サイドのネジ2本を外します。次に両手でスピーカーグリル上部の両端を持ち、手前に引いて軽く持ち上げればスピーカーグリルは外れます。
スピーカーグリルと本体はコードで接続されていますので、強く引かないように注意してください。次にこの4本のネジを外します。そして両手でスクリーンの両端を持ち、上にスライドさせて外します。スクリーンは上部左右2箇所の取り付けフックで本体キャビネットに固定されております。ブラウン管のネック部分は高電圧がかかっており大変危険です。手を差し込んだりしないように十分注意してください。作業をしやすくするためにスピーカーグリルを再度取り付けておきます。仮止めですからネジを取り付ける必要はありません。2箇所のボスで十分に固定されます。なおスクリーンの外し方は機種によって異なりますので、他の機種については大画面テレビクリーニングガイドを参照してください。それではミラーのクリーニングを行いましょう。まずミラーに付着したホコリなどを軽く拭き取ってから行います。クリーニング布にクリーニング液を十分つけて、上下方向に軽くクリーニング液をすり込むように拭きます。クリーニング液が乾かないうちに、乾いた別のクリーニング布で素早く空拭きして汚れを取ります。この作業を繰り返し行い、ミラー全体をクリーニングしてください。ところどころ白く見えるところが残っていたら、再度クリーニングを行ってください。次にレンズのクリーニングを始めましょう。最初に表面にたまったホコリをエアーブローまたはクリーニング布で払い落とします。次にクリーニング布にクリーニング液を少量つけて拭き取ります。中心部より円を描くように外周に向かって拭き取ります。汚れが取れるとレンズの透明感が出てきます。部分的に白っぽいところが残っている場合はもう一度拭き取ってください。通常レンズ内部のクリーニングは必要ありませんが、もし内部に大きなホコリなどが付着している場合にはクリーニングガイドを十分に読んで行ってください。内部の冷却液が漏れる恐れがありますので、クリーニングガイドに記載されている指定のネジ以外は絶対に外さないよう注意してください。次にスクリーンのクリーニングを行いましょう。スクリーンは表と裏の両面をそれぞれクリーニングします。まず表面は空拭きを基本にクリーニングします。乾いたクリーニング布で上下方向にホコリを払うように軽く拭きます。スクリーンの表面にはブラックのストライプが印刷されていますので、クリーニング液をつけると剥がれたり傷がついたりしてコントラスト不良の原因になります。注意してください。スクリーンの裏面も空拭きで行います。横方向にレンズが形成されていますので左右方向に拭きます。スクリーンの汚れは目視ではよく分かりませんので、拭き取ったクリーニング布の汚れ具合で判断してください。
最後に帯電防止剤をスクリーンの裏面に塗布し、静電気でホコリがスクリーン裏面に付着することを防止します。スクリーンの表面やレンズ、ミラーには帯電防止剤を塗布しないでください。スクリーン裏面とスプレーの距離を30センチ程度に保ち、スクリーンの端から端までをおよそ1秒程度のスピードで左右に動かしながら、上から下までを5秒程度で終わるように全体にスプレーします。これでクリーニングは終了です。きれいになったでしょうか。スクリーンを取り外した時の逆の手順で組み立ててください。ここで説明いたしましたミラー、レンズ、スクリーンのクリーニング方法は大画面テレビクリーニングガイドに詳しく掲載されております。クリーニングを行う前に必ず読んでクリーニング方法を間違わないように作業を行ってください。